あ、食った、なんか食った。結構大きいな。イチャニウのおはう完成です。おはようございます。釣り車中泊旅中のたくあんです。現在地はですね、北海道道南エリアです。で、今はね、春のサクラマス狙いをやっています。前回ですね、53センチかなのサクラマスを釣ることができたんですけれども、目標のですね、60センチオーバーの、板マスって言われるね、体高のあるでっかいサクラマスをね、引き続き狙って頑張っていこうと思います。よし。というわけで今日は早朝から前回ですね、サクラマスが釣れた場所に来ています。じゃあ朝一は重めの新ペンでヘビーシンキングペンシルで遠投してね、沖の方を探ってみます。なんかね、前回はメタルジグで釣れたんですけど、魚は沖の方を回遊してるみたいなんで、飛距離が出るルアーでやっていきましょう。いいですね。昨日サクラマスが釣れるまでどこに行ってもサクラマスが釣れる気がしなくて、集中力続かなかったんですけど、やっぱ1匹釣れると変わりますね。サクラマスはいるとこう水面からパシャンと跳ねたりとか、水面もワーンってやったりとかするの見えるんですけど、今んとこそういうのはないですね。よし、ルアーチェンジ。次はね 40g のジグを使って最大の飛距離で沖の方を探りましょう。行ってこい。どんな動かし方がいいのか、どんなルアーがいいのか、どんなカラーがいいのか、あんまりわからないので、いろいろ試しながらやっていきましょう。お、なんか釣れた。なんか来たよ。なんか来た。なんか来たけど、これはホッケかな。あんまり強い引きではない。沖の方でヒットしましたよ。なんかね、こうリフト&ホールしてる最中にコン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 って当たってるような気はしたんですよね。なんだろう。あ、やっぱホッケですね。でホッケがいるってことは、なんかホッケが食べる餌がいるんだと思うんですよ。この1匹からね、いいヒントをもらうことができましたよ。やっぱり沖か。前回サクラマスが釣れたのもメタルジグ遠投した先だったもんな。とにかく沖の方になんかいるんだ。お、食った。食ったよ。ホッケかな。ホッケにしちゃでも結構重いな。ホッケなのかこれ本当に。ホッケじゃないんじゃない。よいしょよいしょ。ホッケじゃない。アイナメだこれ。アイナメだよ。結構大きいな。よいしょ。おお、いいアイナメじゃん。はい、釣れたのはいいサイズのアイナメでした。いや、アイナメ久しぶりに釣ったな。やっぱこのぐらいのサイズになると結構引きますね。でこのアイナメね、結構お腹が膨れててたくさん餌を食べてるんですけど、さっきね潮だまりの中に入れてたらイカを吐きましたね。沖の方にイカがいるのかもしれないですね。やりました。いいアイナメだから食べるかどうか迷うけど、逃がしてあげますか。狙いはサクラマス。バイバイ。よし、魚の居場所は分かった。釣り方も分かったけれど、サクラマスじゃないのかな。この釣り方はサクラマスを釣る釣り方じゃないのかもしれない。リフト&フォールは。
今メタルジグをそんなに底の方に沈めて探ってたわけじゃないんですけど、やっぱこのアサマズメはアイナメみたいな根魚も餌を追って上の方にいるんですね。次はですね、こういう黒系なんかも試してみましょうか。黒系の新片。なんとなくマス系の魚は目がいいから色は大事だと思うんだよな。ただどんな色が効くのかよく分かんないから、まあいろんなルアーカラー試していきましょう。よし、次は前回のサクラマスヒットカラーでやってみましょう。なんとなくですけど、このメタルジグも軽い方が魚の食いはいいと思うんですよね。特にこういうただ巻きの釣りはこう浮遊感が出るというか、ひらひら感が出るというか。お、なんか正面鳥が飛び始めましたね。なんか小魚いんのかな。よし食った、よし食ったよ。これはでもホッケだな。やっぱりホッケじゃない、アメマスだ。はい、次に釣れたのはアメマスちゃんですね。北海道らしい魚です。メタルジグのただ巻きで食ってきてくれましたね。はい、アメマスはね、あんまり美味しい魚ではないんですよね。前に北海道で釣った時にね、食べてあんまり美味しくないなって思ったんですよ。いいですね、魚っ気がありますね。なんか餌がいるんだろうな。今んとこ全然サクラマスが跳ねたりとか、水面もわーってやったりとか、そういうのは全く見えないですね。今日は回遊してこないのかな。これ見えますかね。なんかの稚魚が大量にいますね。こういうのを食べてる魚もいるんだろうな。春はね、やっぱこういう稚魚が、いろんな魚の稚魚が多い季節ですから、網もそうですけど、こういうマイクロベイトを食べてる魚っていうのもいるんだろうな。よいしょ。まあ釣れるかどうかわかんないけど、とにかくあちこち新しい場所を探ってやっていきましょう。よくコメントでルアーの水中映像をどうやって撮ってるんですかって聞かれるんですけど、本当単純で、片手に釣り竿を持ってルアーつけて、片手にカメラ付きの棒を持ってこうやって撮ってるんですよ。本当こうやって撮ってるだけです。単純な撮り方というか、何とも難しいことはない撮り方で撮ってますよ。ただね、カメラの角度を調整したりとか、ルアーによってこう水深が違ったりするじゃないですか。そういうのをね、こう細かく調整したりとか、たくさんのルアーをねこうやって撮ってるとですね、まあ1回この水中映像を撮るだけで1時間から2時間ぐらい時間をかけてねやってるんで、まあまあ手間がかかります。動画的には前回の動画になってると思うんですけど、
釣れたサクラマスあったじゃないですか。あれちゃんちゃん焼きと塩焼きで食べたら、めちゃくちゃ美味しかったわけなんですけど、ルイベっていう食べ方があって、サクラマスの生の身をですね一回冷凍させて、で半解凍させた状態で切ってお刺身みたいにして食べるっていう食べ方があるんですけど、それがねめちゃくちゃ美味しいらしいんですよ。で、なんでそんな食べ方をするかっていうと、寄生虫がいる確率が高いので、解凍して死滅させて安全に食べれるようにして食べるっていうことなんですけれども、それやってみたいんですけど、この車の中では冷凍させる設備がないので、どうしてもできないんですよね。でもどうしても食べたいので、こっちでですね、声かけてもらって知り合った視聴者さんがいるんですけど、その方にですね、連絡を取って、ちょっと自宅の冷凍庫でですね、サクラマスの実をですね、凍らしてもらえることになったんで、これからね、向かおうと思います。やっと釣れたんですよ。ちょっとこれを、皮取ってからした方がいいんですかね？の方がいいと思います。あ、そうなんですか。いや、これは食べないといけないだろうと思って。食べましょう食べましょう。じゃあ伺っていいですか？はい、どうぞ。違う、そうかもしれない。香味っぽいですよね、これ。なってたんだね。いや、僕ね、山菜取った経験はないんですけど、本読んで勉強してるんで、ちょっとは知ってるんですよ。ああ、これだ。これ餃子ニンニクですか？そう。これは食べ頃とかあるんですか？本当はもうちょっとちっちゃい。いや、全然花咲く前だったら食べれるよ。小さい方が美味しいんですか？いや、味は同じ。あ、そうなんですか。柔らかいとか硬いとかって感じですか？そうですね。すげえわ。これ全部食べれるんですか？下のここだけゴミだから。ああ、この取らなきゃいけないけど。袴だけ取って。本当あれですね、なんかネギっていうかニンニクみたいな匂いしますね。あ、本当ニンニク臭だわ。すげえ。取れたてをですね、1本食べてみます。うん。ニンニクみたいな香りしますけど、なんだろう。ニンニクとニラ一緒に食べたみたいな、なんかそんな感じですよね。うん。そんな感じです。すごい味は強いですね。でも、美味しいかも。辛みが結構強い。これ料理したら美味しいでしょうね。料理したら辛くなくなる。火通したら辛くなくなるんですか？これは小豆菜っていう山菜らしいです。これもね、美味しいらしいです。この小豆菜はおひたしにすると小豆みたいな味がするから小豆菜っていうらしいですよ。小豆菜もいただいてみます。甘い。確かに豆科の植物の味がします。豆の香りがする。小豆菜って言われるの分かる気がします。そしてなんかちょっと僕は今鹿になった気分です。はい、今夜もね車上食堂をやっていくんですけれども、アイナメね美味しそうだったんですけど、逃がしてあげた理由はまだねサクラマスの実がいっぱいあったんですね。今日はねこのサクラマスのアラとこのいただいたね餃子ニンニク、取ってきた餃子ニンニクを使ってね一品作ろうと思います。でね、今日作る料理にはフキも使いたいんで、今からねフキ取りに行ってきます。北海道というのはね本当に至る所にフキが生えてるんですよ。ほら道端とかにもねいっぱい生えてますからね、フキを採取するのは簡単です。ただね、なんか教えてもらったんですけど、こういう赤いフキは食べれないことはないけど硬いんだかなんかあんま美味しくないらしいんですよね。だから赤くない、ほらこれなんか赤くないですけど、これだったら美味しいのかな。
とにかく赤くないやつを採取してみましょうか。じゃあこれを1本いただきましょう。これとこのまだ葉っぱが開いてない赤くないやつをいただいてみましょうか。若そうなやつを。よし、こんだけあればまあ十分でしょう。拭き採取完了。はい、食材が出揃いました。サクラマスのアラ、そして行者ニンニクとフキ。これだけでね、ゴールデンカムイファンの皆さんはね、何を作るかわかるんじゃないでしょうか。では社長食堂やっていきましょう。まずはね、フキの下ごしらえですね。アク抜きをしていきましょう。塩をまぶして、でこうやってね、まな板の上で転がします。これ板ずりっていう作業らしいです。そしたら塩がついたままのフキを茹でる。太いんでね、5分ぐらい茹でましょうか。念のため7分茹でました。茹でたら冷水に入れて冷ます。じゃあフキが冷めましたら皮を剥いていきます。じゃああとは食べやすい大きさに切っておきましょう。太いですけどね、柔らかいですよ、かなり。一応味見しときましょう。これまずかったらね、料理台無しになりますからね。全然アクも抜けてるし、フキのいい香りがします。行者ニンニクはね、この赤い袴を取れば、あとはね、葉っぱも茎も全部食べれるみたいです。行者ニンニクは別名アイヌネギなんて呼ばれてて、ネギの仲間なんですけれども、この生の行者ニンニクはどちらかというと本当ニンニクの匂いですね。食べやすい大きさにカットしておきます。じゃあ水を張った鍋にサクラマスのアラを入れます。本当はね、先に臭み取りの処理をした方がいいと思うんですけど、ここは原作に忠実にね、水から何もせずに出汁を取っていこうと思います。で、火にかけます。丁寧にアクを取りながら煮込んでいく。よし、10分ぐらい煮込んだらフキと行者ニンニクを入れる。アクを取りながら 2,3 分煮込む。今夜は漫画飯、イチャニウのおはう、完成です。漫画飯を忠実に再現するためにですね、臭み取りもしなかったし、お酒なんかも入れなかったんですけど、果たしてどうでしょうか。まずはね、味付けは塩のみで。それではいただきます。いい香りがする。いい出汁が出てる。お酒も入れなかったし、臭み取りの湯通しとかもしなかったんですけど、全然嫌な臭さはないですね。ただね、ちょっと塩気が足らんな。いい塩気になった。これサクラマスの旨味と行者ニンニクのね、香りがほんのりします。で、行者ニンニクって加熱するとなんかこの辛みがなくなるんですよ。だからその辛いとかはなくて、ほのかなね、ニンニク臭というか、ニラ臭というか、それもね、ほんとほのかにするだけなんですよ。そんなに強くないんですよね。うまい。ほんとね、素材の味を生かした料理っていう感じがして、僕はこういう素朴な味のもの大好きなんですよね。サクラマスの粗飲み。
うん。脂が乗っててうまい。これご飯ともいいですね。北海道春の美味しい食材大集合って感じですね。次はフキ。いい香り。これはヒンナだぜ。すごい自然なナチュラルヒンナですね。アシリパさん、これこのままでも十分うまいんだけど、味噌入れたら絶対合うんじゃないの？そうなんです。味噌を入れるためにこっちの鍋の中にはね、塩をあえて入れなかったんですよ。うまい。味噌うまいな、やっぱ。サクラマスって味噌合うんだよな。この味噌を入れたことでよりね、ご飯に合うようになりました。今日はね、もう一つご飯にめちゃくちゃ合うのあるんですよ。はい、これなんですけど、餃子ニンニクのですね、醤油漬けですね。視聴者さんのですね、お母さんがですね、これ作ってくれたんですけれども、醤油漬けと言いましたけれども、昆布醤油と麺味っていうなんか麺つゆみたいな、調味料と、あと酒をですね、合わせたものでね、この生の餃子ニンニクを漬けたものです。これがね、もうご飯に合うんですよ。いただきます。ニンニクみたいなね、食欲増進効果のある香りと、ニラやネギみたいな辛みがですね、このだし醤油、甘辛いだし醤油と合わさってですね、これご飯何杯でもいけそうな感じですね。うますぎる。この餃子ニンニクってネギと同じで、加熱すると辛みがなくなって甘みが出るんですよね。実はその視聴者さんのご自宅でですね、お母さんが料理を作ってくれまして、晩ご飯もお世話になったんですけれども、その時に餃子ニンニクの天ぷらを作っていただいたんですよ。それはね、ほんと全く辛みがなくて、ネギのような甘みがして、で、ほんのりニンニクみたいな香りがして、すごいね、美味しかったです。見て、このほっぺたの肉。いやー、これはもうね、最高に贅沢な食事です。塩だけの味付けも美味しかったですけど、味噌入れると圧倒的にうまくなりますね。めちゃくちゃ満足度の高い食事でした。ごちそうさまでした。今日はね、朝からサーフにやってきてみました。最近ずっと磯ばっかやってたんで、ちょっと気分を変えてやっていきましょう。水面にサクラマスがこうもやっと出たりとか、バシャって跳ねたりするのが見えないかどうかをこう注意深く見ながら歩いていきましょう。お、そこなんか跳ねた。アメマスかな。アメマスかなんかいるのかな。今
沖にトドがいた気がすんな。トドがいるとダメなんですよね、イルカと同じで。いや、あれトドだよな絶対。どうしよう、これ見切った方がいいかな。よし、次はジャーキングで速い動き専用のミノーでやっていきましょう。あ、食った、なんか食った。あ、なんか食ったな今。多分アメマスだったな。手前で食った。お、食ったよ。なんか食ったよ。ジャーキングで。すごいな、やっぱジャーキングってマスに効くんだな。なんだろう。でも小さいからアメマスっぽいな。あ、やっぱアメマスちゃんだ。アメマスちゃんです。まあ、一応リリースしてあげるのでネットに入れてあげましょう。アメマスですね。サイズは35センチぐらいでしょうか。とりあえずサーフゲームでね、初の魚やりました。おお、はい、アメマスちゃんバイバイ。アメマスがいるってことはなんか食べるものあるんだな。このルアーに反応してくるってことはなんか鮭の稚魚とか小魚がいるんだと思うんですよね。朝マ詰めサーフでやってみたんですけど、こうサクラマスがですねピョンと跳ねたりとか、もわーって水面をね出てきたりとかっていうの全く見えなかったし、たくさんね釣りされてる方いたんですけど全然釣れてなかったので、多分回遊がなかったんでしょうね。でこれからどんどん潮が下げてきてどんどんここ浅くなっちゃうんで、浅くなってくると回遊が見込めないような気もするんで、ちょっとね別の場所に移動しようと思います。階段が急すぎてロープ張ってあるのすごいな。いやこれは確かにきついわ、登るの。
これ降りるの結構怖いな。手すりとか捕まってないとね、ほんと転げ落ちそうで怖い。また何かあったらおいで。ありがとうございます。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。でも全然。本当お世話になりました。ありがとうございました。視聴者さんのですね、ご自宅の冷凍庫をお借りして、何日か凍らせたサクラマスの切り身です。でこれをですね、袋に入れて密閉して、で氷水の中につけて解凍します。これでね、低温でゆっくり解凍することによって、質のいい状態で解凍ができるということですね。北海道で夜道を走るときは気をつけないといけません。割とね、エゾシカがいて、でね、光が当たると変な方向に出てくることがあるんですよね。でエゾシカって結構大きいので、事故をしてしまうと多分車も下手したら廃車になる気がするので、本当にね、気をつけて運転する必要があります。さあ、まあなかなかサクラマスは釣れませんが、今の僕にはね、まだこのサクラマスの切り身がありますからね、よしとしましょう。氷水解凍したサクラマスですが、どんな感じになってるか見てみましょう。魚や肉を解凍するときは氷水でその0度とか1度とかの低温でじっくり解凍することによって、その旨味を逃さずというかね、質のいい解凍ができるっていうことをですね、前に秋田に行った時に僕に鮎を食べさせてくれた T さんに教えていただいたんで、今回ねやってみることにしたんですよ。でね、ネットで氷水でこの魚の切り身を解凍するのにどれぐらい時間がかかるかっていうのを調べたらね、1時間ぐらいでできるって書いてあったんでやってみたんですけど、これまだカチカチですね。今回ね3時間ぐらいつけて解凍してみたんですけど、これね完全に解凍するにはもっともっと多分1日ぐらいやらないとダメですね。こんな感じです。もう皮は剥いであります。半解凍シャーベット状っていう感じですね。でもこれでいいんですよ。サクラマスは身が柔らかいので、完全解凍してしまうと多分グズグズになってしまってうまく切れないんじゃないかと思います。だからこのシャリッとシャーベット状が綺麗に切るにはちょうどいいんじゃないでしょうか。では今日は酢飯を作ります。砂糖小さじ1、塩小さじ1、米酢大さじ2、これをご飯に入れて混ぜる。よし、では握っていきましょうか。ほんと握り寿司なんて見よう見まねなんで全然下手くそだと思うんですけど、とりあえずね形にはなってます。もうこのシャリをですね綺麗な形に整えるだけで一苦労です。さあ念願叶いました。こちらがサクラマスのお刺身、そしてこちらがサクラマスのお寿司。いただきます。ではまずお刺身からいきましょう。うお、すごい脂です。うまい。これだけ脂が乗ってるから、なんかアトランティックサーモンとかお寿司屋さんとかで食べる脂ノリノリのサーモンを想像してたんですけど、あれとは全然違うものですね。脂がすごいんですけれども、なんだろうな、ギトギトしすぎずにあっさりしてるというか、それでいてねちゃんとこう旨味があるっていう。うまい。今食べてたのって背中の部分なんですよ。次はもっと脂の乗ってるお腹の部分いってみましょうか。いや、これも絶対うまいだろうな。では一番脂が乗ったお腹の部分いただきます。
うまっ。このね、飲み込んだ後にも舌の上に残るこの油の旨味というか、それがね、もうほんとすごいですね。お酒はですね、本日も東北フィッシングショーでいただいた発泡清酒鈴音をいただいております。実はね、これ2本いただいてたんですよ。シュワッと微炭酸な日本酒いただきます。うまい。では続きましてはサクラマスのお寿司いただきましょう。シャリが大きくて食べ応えがあるすごく美味しいです。ただ僕がね、ちょっとシャリを大きく作りすぎたっていうのもあるんですけれども、酢飯のこの強さに負けていて、サクラマスのあっさりした旨味を楽しむならば、このお寿司にするよりは、サクラマス単体で食べた方がいいかもしれないなっていうふうに僕は思いました。まあそうは言っても十分ね、美味しいです。これ板マスって呼ばれるもっと特大サイズでもっともっと脂が乗ってる個体だったらもっと美味しいのかな。いやー、ますます釣ってみたくなりますね、板マスが。ごちそうさまでした。ごちそうさまでしたと言ったんですが、こちらをいただきます。こちらはですね、今回サクラマスを冷凍させていただいた視聴者さんのお母さんがですね、今日くださったものです。地元で採れたね、アスパラだよって言って、よかったら食べてって言ってくれたものです。すごい大きいアスパラ。マヨネーズがあったらよかったんですけどね、ちょっとなかったんで、お塩でいただきます。いただきます。美味しい。アスパラって食感がいいですよね。美味しかった。ごちそうさまでした。サクラマスを冷凍させてくださいなんていうすごいずうずうしいお願いだったんですけれども、快く受け入れてくれたばかりか、晩ご飯までですねごちそうになりまして、で最後はですね、また来年も来てくださいって、今度はタケノコが取れる時期があるんで、その時に来てくださいなんてね言ってくださって、本当にねありがたいなって思いました。僕の釣り旅はですね、本当いろんな人に支えられながらですね、こうやって成り立っています。